現場ボーン。初の悪死を乗り越えたもののうっかりやらかしガリッガリになってしまった我らのビーバー。少しずつ生産力を上げ念願のダイナマイトもゲット。地形を改善してさらなる発展を目指すぞー。はっはー。汚染の源の改善工事。工事中に事故ってゾンビーバーになっちゃうとかわいそうなので水門をアンロックして設置。この世界、労災でないんです。そんで南側にダイナマイトをダーッと設置。汚水を南に流す作戦だぜ。現在汚水が放出されてる東側は、水門設置して逆にせき止められるようにしましょ。これでうまく逆流してくれるかな？気がついたらコーヒーが実ってたので最終車の起点を設置して収穫。とかやってたら干ばつ来たので水門閉門。お、ギリッギリ職人がいい仕事してる。でも干ばつ11日だから楽勝なけん。水が汚れてなきゃクレーターさんサイズよ。ブーりゃー。ちょっとお漏らししてるけど水路できたな。大きな水車をアンロックして、ここに汚水で安定して回る水車を作るぞー。あ、それ深さに必要だぞ。もう一段掘らなきゃ。うちのレイムさんはビーバー脳なので、基本行き当たりばったりで工事してます。ダーッとやってバーってやんだよ。おい。コーヒー収穫したのに消費しないなぁと思ったら、コーヒー焙煎所が必要みたい。解放する化学ポイントが足りません。しかもこれ動力200も食うのか。こりゃ一旦諦めよ。すまんビーバーコーヒーはお預けだ。適当な倉庫にコーヒー封印。湿気て飲めなくなりそう。手の空いたビーバーがいたので建設作業員の小屋を建設。これで建材揃えば建築が少しはかどるかな？東の汚水せき止め水門が完成。とりあえず汚水だバーして排水。せき止めちまうと汚水の水位が上がって、周囲が全部枯れちまうから注意しろよ。あいよ。特に問題なく干ばつ終了。水はまだクレーター2杯分ある。ちょいキャッサバの発酵が追いついてないので発酵所建てましい。適当に爆破しすぎて、ダイナマイトが起きにくくて困惑してるのず。おバカ。ほやー。いろんな場所でせっせと爆破が続いております。そしてまたしても干ばつ到来。21日か、20日超えはちょっとドキッとするぜ。はい、ここせき止め工事するので発酵所一旦壊しまーす。行政立ち退き。なお、ここの水門はほぼ使うことはなかった。無駄工事。変に爆破してしまいダイナマイト置けなくなっちゃった場所に足場を建設。無駄工事汚水に触れないよう慎重に作業せよー。てかこれせき止めたら水車止まるんじゃね？なんか言えよ。へへへー。ハゲ山がだいぶ更地になってきたな。もうすぐ北側とも接続できそう。水門工事が終わり発酵所復活。おまけでさらに2軒建てまし。こんなにいらねえだろ。まあ使わなきゃ止めればいいだけかもだが。はっぱ爆破ジャンキー、深夜にこっそり工場を増築。家がいっぱいになったので建てましっと。地形が汚いから設置場所選びもパズル状態。はっぱ命の源ベリー畑が拡張。やっはー、この山も更地にしたらー。レイムさんは今日も元気。効率アップを目指しキャッサバ倉庫追加。キャッサバー。あ、干ばつ終わった。楽勝だったぜ。さあ干ばつが終わった。水門の動作チェックすっとー。東の水門を閉門。そして南西の水門全開放だー。汚水、ダバー。汚い、いいの水。人類に汚された大地の悲しみの歌。あ、後回し確定になってたコーヒーの木撤去しよ。悪潮でまた枯れるだろうし、生えやすい松でも植えとくか。気にしてたここの水車、水流が逆になってなさそうでも動いてました。てか動力の需要半分くらいしか満たせてねえな。そこで登場するのがこの大きな水車。汚水の源は干ばつでも枯れないから安定した動力になるはず。そりゃ頼もしいぜ。ビーバーたちがはまらないようにシャフト工事の優先順位をちまちま設定。汚水を捨てつつ動力にするためとはいえ、このシャフトえらく長くなっちまったな。まあ横長のシャフトは丸太1本で作れるし、すぐできるよ。水車工事の中干ばつ17日が開始。ただの干ばつならもはや問題なし。水源が止まったから今日から当面工場閉鎖だ。建設現場の工事を急ぐぞー。汚水でここの水車も回せるが、東南のクレーターの汚染濃度を上げたくないんじゃ。余った人員は研究に回しましょ。難易度にビビってビーバー増やすの控えてるから研究の進みが遅め。はっぱー。緑の部分が増えてきた。拡張された土地で新たにトウモロコシの栽培開始。加工するのに工場が必要だがかなり効率の良さそうな作物。水車完成したけど出力が低め。
水門が悪さしてそう。とりあえずもう一機水車追加しましょ。困ったら数で解決。やっとロングシャフトが完成。1週間ほどかかりました。さあ工場を再稼働すっぞー。在庫切れしたダイナマイトを作るのだ。早朝に規制とともに爆破音が鳴り響く。これで北側と遮る壁がなくなったので、ちょっとは効率良くなるかな？少しずつだけど使える土地が広がってきたぜ。ダイナマイトを。それは2003年まで連載してた漫画のタイトル。で水車ホイット。これで動力は安心かな？水車の動力半分くらいしか出てない。こりゃ要調査だ。めんどいから後で。おい。はば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 そこ一段掘りすぎじゃね？長い干ばつで農地乾いちゃったので、仕方なく水路敷くことにしたんよ。若干卑怯臭いけど放水場、回帰イン。なおアプデで汚水を放水することもできるようになりました。ダブル汚水車、稼働開始じゃー。これでやっと需要と供給が釣り合ったぜ。水路の奥側が開いてるのが良くないかと思いこっそり堤防工事。夜中にやるなよミニキーだろ。下打ちすな。長かった干ばつが終了。心なしか東南のクレーターの色が青っぽくなってきました。悪潮が来なければこのまま自然に除染されるかな？堤防で調整したつもりが効果なし。糸かなし。こりゃ深さか水門が影響してそう。畜生。深夜に家の隣を爆破すな。ビーバーかわいそうだろ。昼間にやって巻き込むよりかはマシ。ちまちまトウモロコシ畑を拡張。干ばつ来た。25日か。地味に長い。水路作ってなかったらちょい危なかったかも。念のため節水よろ。干上がるまで放水停止。トウモロコシの収穫も始まり、在庫が溜まってきたので食料工場をアンロック。こちらではトウモロコシやナスやモーレーションに加工できます。だが設置する場所がない。このマップ土地狭すぎなんじゃー。結局足場の上に建設した。クレーターの上に作るのも足場が大変だぜ。そして完成して気づく、動力繋がってないと。お前頭ビーバーかよ、行き当たりばったりにも程があるぞ。さあビーバーたちよ、追加工事だー。足場を作って乗り切る、これがビーバーたちの力技。倉庫建てたいけど置けない。それはさすがに目視で別れよ。はい、足場の上に建設。納金ビーバー。ここには加工の終わったトウモロコシのレーションをねじ込みましょ。工場家と両方に近いから、作るのも食べるのも便利な場所。食品工場稼働で動力不足になりそうなので水車、建てまし。動力が増えるね、やったね。せやー。爆破が進んできたのスクラップまでの道が開通。これでスクラップの回収が少し楽になったはず。自然に生えてる木の伐採もはかどるぜ。長かった干ばつ終了。なお放水場は開け忘れて普通に畑は枯れた。足場を作ってお家を建てまし。ビーバーの数もあと少しで50匹に届きそうだな。水車が完成しシャフト工事してたら干ばつ到来。今回は短めの15日。だがこの後来たる地獄を彼女たちはまだ知らなかった。そうなの？さて水車も増えたし、動力を蓄えられる重力バッテリーを設置しましょ。この世界のビーバーは位置エネルギーを理解する物理学の徒である。さらに動力500を使うが、ビーバーなしで計算を行うナンバークランチャーも開放。だが置く場所がない。お前よりビーバーの方が賢そうだ。かもしれぬ。おい。困った時は爆破で解決。こっちの山もそのうち更地になりそうだな。足場も作って無事建設予定地確保。これが完成したら研究ポイント稼ぎ放題だぜ。お山消滅確認。使えそうな緑の土地ゲットでございます。だな。完成したナンバークランチャーさん、もりもり研究ポイントを生み出しております。こりゃ発明家は廃用だ。増えるビーバーに備えて食料庫を立て直し。生産力が足りなくなるとすぐガリッガリになるから注意だ。重力バッテリー3エネルギー放出中。夜中に回復するとはいえ減りも早いな。水車3機じゃちょい微妙かな？人様子見だな。やったー、お物は消毒だー。山、完全に更地になる。ここはちょうどベリー用の森番の詰め所がある場所なので多くを植林しましょ。大量の丸太が確保できれば、大規模事業もそのうちできるぜ。そんなわけで大量の丸太を保管したいので、複数階層の資材置き場作ろっかな？高層建築か。久々すぎて螺旋階段の作り方を忘れた。おい。ああでもないこうでもない。
無理に螺旋にする必要はないけど、かっこいい階段ってのもなかなか難しい。資材置き場って保管できる量が少ないから、このマップ使える場所少ないしどうするか悩みもんだな。結局1回だけのシンプルな資材置き場にした。悩んだ労力は全て無駄だった。バッテリーさんが高性能な無人計算機ナンバークランチャーに動力を奪われたのだ。水車もう1機追加しましょ。とりあえず数でゴリ押せの納金スタイル。てなわけで大きな水車も一挙ドーン。次はテラフォーミングで使う土を掘り出す、土砂採掘機を開放。でも置く場所も動力も労働力も足りぬ。なら最初から開放すな。これは余裕ができるまで封印。何事もなく雑魚間伐おしまい。平常運転でした。ナンバークランチャーがしっかり研究ポイントを稼ぐことが分かったので、発明家を買いたい。研究者たちよ、今日から貴様らは肉体労働だ。命の水。おいバカ水門ミスってるぞ溢れてる。やっちまった安定のやらかし4機目の水車が完成したけど、出力100くらいしか出てない。こりゃめんどくさがらずそろそろ調査した方が良さそうだな。間伐明け4日だけどもう次の間伐か。間もなくアクシオがやってきます。サイクル15だしエグいアクシオが来るかもしれん。しかーし、我、何も準備してなかったわけではなーい。こっそり爆破で汚水を北に流そうと、準備を始めたところである。はっばー。さあ残りの壁も爆破し、水門を建設するのだー。アクシオ発生までもう時間がない。ビーバーよ、急いで建設してくれー。アクシオが、始まりました。最初に食らったアクシオが3日、今回は6倍ときましたか。北に汚水流す工事まだ終わってないしこりゃどうなることやら。次回をお楽しみに。おい。ではビーバーたちに汚水対策工事をせかしながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。ついにハード難易度が本気を出してきた。このまま30日アクシオとか来るのだろうか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。